ちは、宮沢優衣です。今日はですね、小学校低学年の学級崩壊、高学年の学級崩壊、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。昨日ですね、夜、日本のある先生とオンラインミーティングをしました。で、崩壊してます、苦しいです、辛いですってバーって泣いてしまったんですね。普段は低学年の先生されてるみたいですけれども、ちょっと高学年の方にね、行ってるみたいで崩壊しちゃってると、もう授業にならないっていうところで、お話を聞いてる中でちょっとピンとくることがあったんですね。低学年の崩壊と高学年の崩壊って特徴が違うんで、解決策も変わってくるんですよね。で、そのお話させていただいたんだけれども、そのお話っていうのはその先生だけじゃなくて、日本全国多くの先生にもしかしたら何か役に立つ内容かもしれないなっていうふうに思ったんで、今日この動画を撮っていきたいと思います。この動画最後までご視聴いただければ、学級崩壊のパターンの低学年と高学年、あるいは中学校ですね、その違いがよく分かり、学級経営のヒントが手に入ると思いますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ、早速やっていきましょう。まず高学年の崩壊典型パターンで、その後低学年の崩壊典型パターンで、最後3つ目注意点ちょこっとお話しして今日終わっていきたいと思いますね。まず高学年の学級崩壊の典型パターンなんですけれども、これについてお話をする前にほんのちょこっと注釈させてください。100崩壊学級があったら100その原因とかそこに至ったプロセスっていうのは変わってきますよね。なのでこれが原因ですよ、これなんですよっていうのは断定することはできませんけれども、僕が今まで見てきたたくさんの崩壊学級で結構共通項があるんですね。その共通項を紹介するっていう、そんなイメージで聞いていただけると嬉しいかなと思います。それでは早速いきますね。高学年の学級の崩壊パターンは、教師、担任の先生がですね、コントロールをしすぎるっていうことですね。コントロールをしようとしすぎるっていうところです。高学年の子どもたち、あるいは中学校の子どもたちっていうのはもう自我が芽生えていて、つまり僕はこれをしたいんだと、私はこれはしたくないんだとか、それは言われたいんだとか、それは言われたくないんだっていう、この白黒がはっきりついてくる時期なんですよね。にもかかわらず、その子どもたちに対してその子どもたちの意見を汲み取ることなく、これをやりましょう、これでやっていきなさいよっていうことを言ってしまうと、それは嫌です。この私たちに嫌なことを言ってくる先生のことは嫌いです。だからあなたのお話は聞きません。ぷいっとソース感食らってしまう。それが時に反発なり暴言とか、あるいは無視であるとか、もう最悪の場合暴力の方に行ってしまったりってことがあったりしますね。これが高学年の先生の崩壊の典型パターンだと思います。じゃあなんでそんな風に子どもたちに対して上からトップダウンで指示とか説明をしてしまうのかといったら、これは僕は2つね理由があると思いますね。今まで見てきた先生の中で、1つ目は焦ってるっていうことですよ。授業やらなきゃとか、隣のクラスに追いついていかなきゃとか、行事が迫ってる、あれやらなきゃ、だからこれやりなさい、やだよっていう反発食らってしまう。これが1つ目ですね。焦ってる先生で、2つ目は自分本位で生きてきたその生き方がもう染みついちゃってるっていう先生ですね。で、さっきの焦ってる先生は割とお若い先生が多いと思うんですけれども、自分本位で生きてきてしまって相手目線になるとか、そういった目線を獲得しないまま生きてきてしまった30代の先生とか40代50代の先生っていうのは、なかなかもう修正が効かないですよね。今まで人生何十年も生きてきてしまったんで。だから若手の先生ではないんだけれども、こうやってやっていくぞっていうふうに言っちゃって、無理やりグイと引っ張ってしまって、それに対してノーを突きつけられてドッカーンと崩壊してしまうということがあったりしますね。じゃあどうすればいいんだっていうところなんですけれども、これはすごくシンプルです。解決策があります。解決策は、前提は学級全体で揃える。子どもたち一人一人個性もあるし、自我もあるし、意見も感情もあるんですけれども、ちゃんと一番の基盤、前提は揃えます。揃えるけれども、枝葉には選択肢を持たせてあげるっていうことですね。そうすると子どもたちは揃いつつ自由も獲得しつつ、両方教師の望みと子どもの望みのちょうど合致する点を見つけることができるっていうことですね。ちょっと具体例を紹介していきたいと思います。すっごい簡単な具体例を言うと、作文の書き方は教えますと、国語の授業とかで。だけれどもテーマは自由でいいですよ。今回は作文の書き方を学習したいんです。だからテーマは自由でいいですよっていうと、子どもたちよし何書こうかなというふうに前向きに学習できるということです。ところが書き方はこうですよ、そしてテーマは必ず清掃について書きなさい、掃除について書きなさいとか、テーマは必ずじゃあ
海水浴について書きなさいとかっていうふうに言われると、なんで海水浴のこと書かなきゃいけないんだ、海水浴全然ほとんど行ったことないんだけどとかっていうふうに反発の目が出てきてしまうということですね。これは他の国語、算数、理科、社会、学活、総合、掃除の時間、給食、朝の会、帰りの会、ありとあらゆるところで通底する考え方ですね。基盤は揃えていきましょう。でも枝葉には子どもたちが自分たちで判断して自由にちょっと遊びを持たせるというか、その選択肢を持たせる、そのゆとり、遊びを持たせてあげましょうということですね。これで高学年の学級崩壊の多くは結構ね回避できるんじゃないのかなっていうふうに思います。これが1つ目ですね。そして2つ目、低学年の学級崩壊なんですけれども、さっきはコントロールしたがる、高学年はコントロールしたがるって言ったんだけれども、低学年の学級崩壊パターン別で逆ですね。全く逆で、コントロールが不足しすぎっていうことです。低学年の子どもたちはしっかりコントロールをしてあげなきゃいけないんですね。ところがそのコントロールが不足して学級がカオス状態になってしまうということですね。例えば特にありがちなのがですね、手順整備ですね。何か学習活動を行おうと思ったら手順の整備が必要なわけです。例えば場の設定、こっちのプリントの準備、あるいはその授業の活動の展開の流れ、活動が終わった後の動き、そして最後の終わり方などなど、いろんなことを決めておかなきゃいけないんですよね。で、高学年っていうのは割とそれを決めなくてもなんかやりながら雰囲気でやってくれちゃったりするんですよ。それのが逆に高学年の子供居心地が良かったりするしね、全部決められてるよ。ところが低学年はそうじゃないわけですね。一つこれも例を持ってきました。例えばですよ、図工の時間で絵を描きましたと。で、みんな絵完成しましたと。で、作品カード書かせたいと。だから作品カード名前書いて、それを絵にポンと貼って、で提出してねっていう、ただそれだけの活動をさせたいと。とっても簡単に思えますよね。でもこれ低学年にこれやらせるのって結構難しいというか、骨折れる作業なんですよね。逆にそういう経験がない人からしたら、名前を、作品カードを絵に貼ってそれを提出するって超簡単じゃん、 2,3 分でできるんじゃないのっていうふうに思っちゃうんですけども、ところがどっこい、低学年の先生をしたことある人は分かる。結構骨の折れる作業なんですよね。作品カードに名前書く、それを絵に貼る、で提出する、活動3つだと思うでしょ、行動3つだと思うでしょ。違うんですよ。これだけやらせなきゃいけない行動があるんですね。ちょっと見ていきますよ。1つ目、まず姿勢を整えさせます。で、次、鉛筆持たせて下書きさせます。名前とかね。で、3つ目、ネームペンでなぞりなさいよって言ってなぞらせます。で、その後鉛筆の後も消すことができたら最高ですね。で、5つ目、カードを貼る場所を教えなきゃいけません。ここに貼りなさいよ。とんでもないところに貼ったりするんでね。そして6つ目、のりしろにのりを塗っていきます。で、7つ目、カードをそこに貼ります。8つ目、作品を乾燥棚に置いて乾かします。子供たち、低学年の子供たちはのりめちゃくちゃはみ出して貼るんで、重ねて提出させちゃうと作品と作品がくっついて、せっかく描いた絵がビリビリビリって破けちゃうんですよね。高学年はそういうことあんまないんですけれどもね。なので実は提出させてはいけないんですよ。一回乾燥棚で乾燥させなければならないということですね。そして片付けさせます。糊とかネームペンとか出て、全部どっか遠くにね旅に出てしまいますから、一回すぐに片付けさせなくてはなりません。そして手洗いですよ。ベッタベタになってるんで手洗いさせて、じゃあ座りましょうっていう、この計何個ですか、11個の活動指示をしなきゃいけないっていうことですね。これが例えば高学年中学校の子どもたちだったら、じゃあこれに作品カードにね名前書いて貼って提出してくださいって言ったら、もうそれだけで 2,3 分でさーってやってくれちゃうわけですよ。でも低学年の子どもたちはそうではないにもかかわらず、コントロールをきちんとしないで、じゃあ作品カード配るからね、書いてね、提出してねっていう指示をすると、もうその後どうなるか分かりますよね。もう怖くて見ることができない、もうドッカーンってなっていきますよね。っていうような感じが、小学校低学年の授業がうまくいかない、授業が荒れていく、授業が成立しない、すなわち学級崩壊状態になっていくっていうことです。だから低学年の子どもたちの多くは先生に反発とかオラーとかっていうことはあんまり言ってないんですよ。ただただもう教室がぐちゃぐちゃになっているっていうことですね。今自分自身、そして学級に必要なアプローチの仕方をもう一度展開ねしていきましょう。まだ残り5ヶ月ありますから、学級まだまだ上向いていきますからね、諦めることなく頑張っていきましょう。で、最後1個だけ注意点をお話しして終わりたいんですけれども、注意点は、これから1年間終わっていて、また3月が来て4月学年が変わりますよね。クラス編成があって、この時に注意しなきゃいけないのは、低学年から高学年にポンと変わるとか、
高学年からポンと低学年に変わるとか、中学校から小学校に来るとか、小学校から中学校に行くとか、こういう子どもの実態が大きく変わる時にはすごく気をつけなきゃいけないです。例えば小学校低学年から高学年に行くんだったら、丁寧にコントロールするっていう自分の指導スタイルが染みついてるんで、高学年行った時にコントロールをしすぎちゃうわけです。で反発くるわけです。4月5月で反発されたらもう結構大変ですよ。その後逆もあるわけです。高学年から低学年に行った時にハンドリングをしない、コントロールしすぎないっていう指導スタイルが染みついてるんで、やっぱり最初に子どもたちに丸投げしがちなんですね。ところが思ったより子どもたちが動いてくれないで、こっちがイライラしてこれは何してんだっていうふうに怒鳴ってしまうってことも、小学校低学年ですから怯えてしまって、あの先生怖い、もう学校行きたくない、学校入れないっていうような状況になってしまったりするわけです。だからこの接続部分、よく小1ギャップとか中1ギャップって言われますけれども、これ学校の先生にもあるんですね。低学年ギャップとか高学年ギャップ、そんな言葉はないですけれども、この接続部分っていうのはよく気をつけなきゃいけませんねっていうお話でございました。いかがだったでしょうか。今日は小学校低学年の学級崩壊、高学年の学級崩壊、その違い、こんなテーマでお話しさせていただきましたけれども、皆さんの学級経営に何かお役に立てるところが一つでもあれば幸いでございます。今日の動画面白かった、なるほど役に立ったなというふうに思うところがあれば、よければいいねコメントしていただけたら嬉しいですし、皆さんと同じ職場に働いておられる大切な同僚の先生にこの動画シェアしていただけると、自分で言うのもあれなんですけど結構有益だったと思うんですよね。なのでよければシェアしていただけると嬉しいです。こんな感じで学級経営に関する動画1日1本配信しておりますので、お見逃しのないようにぜひチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。最後一つお知らせさせてください。じゃん、こちら研究所メンバーシップナンバー6、学級崩壊立て直す、こんなテーマでねお話しさせていただきました。もうかれこれ何年前だろう、3年半ぐらい前ですかね。2021年の動画になりますのでかなり前なんですけれども、僕がですね荒れちゃった学級、崩壊学級を立て直していくときにどういうことを意識して子どもたちと関わっていたのかどうなのかっていうのを詳しくお話しさせていただきました。もしも今目の前の子どもたちがちょっと荒れているんだったら、崩壊しているんだったら、あるいは自分の学級は安定してるんだけれども隣の学級が若干ガタついてるんだ、そこになんとかしたいんだ、なんとか力になりたいんだっていう思うような先生がおられたら、もしかしたらそのヒントがこの中に入っているかもしれないので、よければご視聴ください。研究所メンバーシップにご登録いただければ今すぐにこちらの動画ご視聴いただけます。とっても好評で、研究所メンバーシップ動画にもかかわらずなんかいいねも100ぐらいついてた気がしますね。めちゃくちゃ好評でございます。よければご視聴ください。お待ちしております。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。